おい、おい、本郷、起きろ。アホ。貴様の尋問のために来とるんだ。さっさと起きんか。何がおはようか。まったく太い男だな、貴様。自分がどうなるのかもわからないのによく眠っていられるわね。本当に良い度胸だな。私は周瑜という貴様の尋問官の一人と思ってもらえばよい。よろしくする必要があるかどうか、それを今から決めさせてもらおう。うん。ではまず聖地を聞かせてもらおう。日本。それはどこにある国だ？東方といえば、はるか昔徐福が向かったとされる蓬莱のことか。では次の質問に移ろうか。二人より貴様が未来から来たという話や違う世界云々という話を聞いたが、それを証明することはできるか？それは自分で考えろ。遠く離れた人間と会話する？ならやってみせてもらおう。電波？何それ？波動？気のようなものか？できないならばそれは証明にはならんが。写真。あ、ほんとだ。すごいそっくり。これは絵ではないのか？やってやって。白府、うかつに話に乗るな。やるやる。メリー、ちょっと黙ってなさい。黙ってはいられんな。お前にもしものことがあったらどうする？わしも黄金の言葉に賛成じゃ。そうすねなさんな。まずわしが毒味役をしよう。それで何もなければ作殿もやってみればよい。
かった。じゃあサイがやってもらいなさい。では本郷、わしをしたいようにせい。ただしわしの体に変化があればすぐさま貴様をくびり殺す。覚悟せいよ。なんだ今の音は。変な音。聞いたこともない音だな。それは楽器の一種か何かなのか？あー、サイがいる。おお、わしはこんな顔をしとるのか。すごいわね。これはあやかしの術？なんだその科学というやつは。道術や戦術のようなものか？話は分かった。どれもこれも荒唐無稽すぎるが、その小さな箱に郊外殿と生き写しの絵があり、また郊外殿が特に変調をきたしていないことを考えれば、貴様の言っていることすべてを否定はできん。理屈っぽいわね。それこそ軍師の差がというやつだな。理と論を思考の中心に据えるのが軍師というものだ。じゃあ我らが軍師様、この子どう判断する？本当にこやつが天の御使いかどうかはわからないが、少なくとも我らの知らぬ国からやってきたということはわかる。それに確かにうさんくさくはあるが、人柄は悪くない。何よりまっすぐで良い目をしている。こういう人間は多少抜けているところがあっても悪人にはなりきれんだろう。お眼鏡にかなったか。わしもこやつの度胸ぶりはなかなか好もしいと思っておる。なら決まりかな？天の御使いとして祭り上げる資格はあるだろう。シェレンの好きにすればいいわ。了解。貴様がここへやってくる前に甘露という占い師が占いを吹聴しておったのだよ。甘露曰く、流星と共にやってくる者はこの乱世を鎮める天の御使いであるとな。初めは信じてなかったんだけどね。白い光と共にあなたが現れた。ならあなたが天の御使いという存在、そういう存在になれるってこと。分かったようだな。それは我らが主の意志による。どうする？もともと考えていたことを実行するわよ。そのために拾ってきたんですもの。まあお好きにすればよろしい。わしは特に反対はせん。
何よりわしはこやつを気に入った。その前に質問。あなたはこれからどうするつもりでいるの？行くあてはあるのか？生きる術は持っておるか？じゃあさ、しばらく私たちと行動しない？あなたを保護してあげるって言ってるの。そう、一人で生きるよりはいいんじゃない？なら決定。ただしいくつか条件があるわ。まず一つ、あなたの知恵を5の統治に役立てること。頭の良し悪しのことを言ってるんじゃないの。あなたがいた現実世界とか未来の世界、まあどっちでもよいんだけど、そのどちらかで知ってることを私たちに教えなさい。簡単でしょ？で、もう一つは私に仕えている武将たちとあなたから率先して交流を持つこと。ありていに言えば口説いてまぐわれってことね。あなたの種を5に入れるの。そうすれば5に天の御使いの血が入ったってことを喧伝できるでしょ。そういうこと。ああ、もちろん嫌がる女の子にするのはダメだからね。あなたが口説いて女の子がいいって言うまでは手を出しちゃダメ。わかった？さ。いいとは言えんが、白府の言うことにも一理はあるからな。よくわかったな。そういうことだ。呉に天の御使いの血が入ったという認識が世に広まれば、諸人の心の中に呉の人間に対しての畏怖の感情が起こる。その畏怖、畏敬の念は呉にとって大きな利益になりうるだろう。今後のことを考えれば、白府の判断もあながち間違っているとは言えん。貴様も男なんだから公認で女とやれて嬉しいじゃろ。さっきも言ったけど、あくまで合意の上でないとダメよ。ならいいんじゃない？私はいつでもいいよ。わしも構わんぞ。まあそのあたりの話については
おいおい話し合っていけばよいだろう。あら、大乗り気になると思ったけど案外そうでもないのね。うちの可愛い女の子たちと公認でイチャイチャできるんだから、もっと喜びなさいよ。ほう、案外骨のあることを言いよるの。そんなのどうでもいいわ。受けるの？受けないの？じゃ、決まり。メイリン、通達よろしくね。はいはい。なんと言って説明をすればいいんだか。それを考えるのがメイリンの役目でしょ。簡単に言ってくれるものね。信じてるからね。答えになっていないわよ、まったく。まあ、なんとかやってみましょう。じゃあ改めて自己紹介。姓は孫、名は作、あざ名は白夫、マナはシェレンよ。ほう、マナまでお許しになるのか。だって体を重ねることになるかもしれない男なんだし、それぐらい特別扱いしてあげないとね。誠なる名と書いてマナと読む。私たちの誇り、生き様が詰まっている神聖な名前のことだ。自分が認めた相手、心を許した相手、そういったものだけに呼ぶことを許す大切な名前じゃよ。他者のマナーを知っていてもそのものが許さなければ呼んではいけない、そういう名前。そう思える？なかなか。よくぞそこまで考えが回るものだ。案外頭が良いわねってことよ。それじゃ私のことは今後シェレンって呼んでね。我が名は郊外、あざ名は幸福、マナはサイじゃ。お、よろしくしてやろう。姓はシュウ、名はユ、あざ名はコウキン、マナはメイリン。本郷よ、貴様には期待させてもらおう。演術さんが呼んでるみたいですよ。演術が？要件は何？さあ、また何かわがままでも言うんじゃないですかね。まったく、私はあいつの部下ってわけじゃないのに、こき使ってくれるわね。時が来るまでの辛抱だ、シェレン。わかってるわよ。けどムカつくな。まずはそれを説明せんとならんか。
ええ、まずは我らの生い立ちから説明しよう。そういうことになりますね。ノン、自己紹介せえ。はい。姓は陸、名は孫、浅野は白玄。皆さん、天の使いの男の子さんにどこまで自己紹介したんですか？皆マナーを伝えた。シェレンが認めた人物よ。それなら私のマナはノンって言います。ノンとお呼びくださいね、御使い様。二人とも年はそう変わらないようだし、本郷の世話はノンに任せる。頼むぞ。ブーブー。その発言は失礼すぎですよ、勝人さん。これでピッチピチな女の子なんですから。スケベですね、お兄さん。まあ二人とも仲良くやれ。では黄金よ、わしは部屋に戻るぞ。了解です。本郷、これからのことはまた明日にでも話し合おう。今はゆっくりしておればいい。そうしろ。ノン、行くぞ。じゃあ勝人さん、また明日お会いしましょう。